おはようございます。今日は2021年3月28日、現在静岡県静岡市の駿府城公園に来ています。都市の中にこのような大きな公園があるのは非常に珍しいと思います。この土地は400年以上前に駿府城が建てられました。以後権力者の居城として活用されてきました。しかし大きなお城は莫大な維持費がかかるため、明治政府の頃にほとんどが解体されました。もともと日本には3000以上のお城がありましたが、20基まで減り、第二次世界大戦の爆撃により8基が消失。現在残っているお城は12基のみです。城の跡地の多くはこのように公園として市民に一般開放されています。これは駿府城を居城としていた徳川家康の銅像です。鷹狩りの名手であり、手には鷹がいます。徳川家康は徳川家の始祖であり、徳川一族は260年続いた江戸時代の政権の代表でした。静岡駅にやってきました。今日は一日中天気が悪いので、博物館を中心に観光したいと思います。今日は桜の旅は中止します。静岡から、電車で1時間浜松に来ました。ここは航空自衛隊浜松広報館です。航空自衛隊のことについて知ることができる施設です。実際に使用されていた航空機やミサイルなどの装備品を展示しています。まず最初に入り口でお客さんを出迎えしているのは地対空誘導弾です。地上からレーダーで目標に誘導されます。セミアクティブレーダーフォーミング方式で、ミサイル後方部分は固体ロケットブースターとなっています。射程は 150km です。C-40 輸送機です。太い胴体と大出力エンジンを装備した総発機です。H-21B 救難ヘリコプターです。タンデムローター式で、機体の前後に大きなローターがあります。格納庫前には F86 戦闘機が、展示されています。アメリカが開発した第一世代の Z 戦闘機です。青と白のカラーは、航空自衛隊のアクロバットチームブルーインプラスの仕様となっています。こちらは F104 戦闘機です。第2世代のジェット戦闘機で、先ほど見た F86 戦闘機の後継機です。細い胴体と短い翼を持っています。また T 字尾翼が特徴的で、水平尾翼が垂直尾翼の上にあります。ここには航空自衛隊が保有しているすべての飛行機の模型があります。サイズは32分の1なので、飛行機同士で比較ができます。左の大きな飛行機は政府専用機です。ボーイング747を導入して運用が開始されました。現在はボーイング777に変更して運用されています。展示格納庫に来ました。ここに展示されているものは全て過去に実際に使用されたものです。コロナウイルスの感染時期でなければ戦闘機のコックピットに座ることができました。天井から吊り下げられているのはゼロ戦52型です。太平洋戦争後期の日本海軍の主力戦闘機です。
手前の飛行機は F86 戦闘機です。そしてこれは F104 戦闘機です。そして、迷彩塗装の航空機は F1 戦闘機です。これは第3世代のジェット戦闘機で、奥の航空機は F4 戦闘機です。左側には航空自衛隊のアクロバット飛行チームに所属していた機体が展示されています。手前から F86 戦闘機、T2 練習機、T4 練習機が展示されています。浜松から電車に乗って2時間、名古屋に来ました。ここは長期機関車から超電導リニアに至るまで最新の鉄道の実物展示を通じて高速鉄道技術の進捗を紹介する施設です。博物館の中に入ると、まずは3つの代表的な車両が展示されています。この車両は日本国有鉄道 C62 型蒸気機関車です。真ん中の車両は新幹線の試験車両 300X、そして超電導リニアの試験車両 MLX01 です。このエリアに展示されている車両は3両ともそれぞれの時代で世界最高速を記録しました。この蒸気機関車は1954年に時速130キロで走行し、日本の鉄道の高速化に貢献しました。この車両は新幹線のさらなるスピードアップのため開発されて試験走行に使われました。試験車両は、時速443キロを記録しました。つまり車両を使って走行できる限界値となります。こちらが磁気浮上方式鉄道の MLX01 です。今までの鉄道の軌道設置走行の問題や限界を回避するため浮上走行を行った試験車両です。車両の側面には超電導電磁石がついています。磁石の力で浮上し高速走行をします。この車両は時速581キロの世界記録を持っています。試験走行では600キロ以上で走行しました。営業速度は500キロくらいになると思います。レールの継ぎ目に注目してください。削られて段差がなくなっています。1ミリでも段差があれば、車両は大きく揺れるので、その対策だと思われます。こちらは日本国有鉄道 C57 型蒸気機関車です。戦時中に製造された車両です。この車両の特徴は、徐行板、デフレクターに3本の白い線があることです。これは天皇陛下が乗車されるお召し列車として牽引した印です。こちらには在来線車両と新幹線車両が隣同士で展示されています。新幹線車両のレール幅は 1435mm で、
これは世界標準の規格です。こちらは在来線レールの幅で 1067mm です。レールの施設コストを下げるためです。一般的にレール幅が広いほど車両は大型化し、高速で走行し、振動は少なくなります。この画面では東京から大阪までの間を新幹線が移動している様子を見ることができます。時計の時刻が6時になりました。東京と大阪からそれぞれ新幹線が出発しました。3分後、次の新幹線が出発しました。新幹線が数分ごとに出発するのは驚きです。地図上にある丸い印は新幹線を表しています。黄色はのぞみで最も早く移動しています。その次に赤色の光、青色のこだまは全ての駅に停車するので一番遅いです。6時に出発した新幹線第1号はそれぞれ大阪と東京に8時20分に到着しました。東京より西を運行している新幹線は一般的に白い塗装ですが、こちらの新幹線は黄色い塗装となっています。通称ドクターイエローと呼ばれており、この車両は高速走行をしながらレールの検査を行っていました。この車両は0系新幹線がベースとなっています。現在は700系ベースの新幹線がドクターイエローに割り当てられています。しかし検査は3ヶ月に1回程度で、いつ走るかは非公開なので、めったに走行している姿を見ることはできません。車内にはミスがなく、謎の装置が設置されており、これで検査を行っていました。ここにはとても大きな鉄道ジオラマがあります。この駅は名古屋駅のように見えます。在来線の車両や新幹線がたくさん走っていて、地下には、超電導リニアがあります。この模型は将来の名古屋の姿を表現しているようです。歴代の新幹線が展示されています。初代の新幹線0系から順に100系、300系、700系と並んでいます。時代が進むごとに車両の先端がどんどん鋭くなっているのがわかります。ここでは過去に日本の発展を支えた車両40両が展示されています。その当時の姿のまま保存されている車両を通じて夢と思い出を感じることができます。今日の旅はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。